ある日のこと、カナダ・モントリオールの住宅街で、ある家の玄関のドアをカリカリとひっかく音が聞こえました。音の正体は一匹の小さな子猫。子猫は一りぼっちで、どこからともなくとぼとぼと歩いてきて、この住宅街にたどり着いたのです。そして誰かに助けてほしい一心でドアを引っかき続けていました。しばらくそうしているうちに、さすがにそのことに気がついた住人がドアを開け、子猫を発見します。住人は驚きましたが、すぐに子猫を保護し、地元の保護施設に連れて行きました。その後、子猫は施設の人たちにイレブンと名付けられ、すぐに動物病院へと運ばれたのです。当時の様子を病院スタッフであるイアンさんはこう語ります。イレブンはとても寂しがり屋な子猫でした。発見された時、母猫がいなかったからでしょうか。一人になることが大嫌いで、常に誰かの気を引こうと、あの時家の玄関でしていたように、自分のケージを中からカリカリと引っかいていたのです。それはまるで、ねえ、誰かいないの？僕を一人にしないでよ。と訴えているようでした。そしてスタッフに構ってもらえると、とても嬉しそうな表情を浮かべたのです。その後、ケージから出してもらった時は、嬉しそうに部屋の探索を始めました。まだ小さく好奇心の塊だったイレブンは、あらゆる場所を探検し、目についたものを片っ端から調べることが楽しくて仕方がなかったのでしょう。運ばれた動物病院はペットショップに隣接していたため、イレブンはそのお店の中も隅から隅まで見て回ったのです。その姿はまるで店員さんのようで真剣そのものでした。そんな楽しそうなイレブンのことを誰も止められるはずがありません。みんな優しそうな表情で真剣に店中を見回るイレブンのことを見守っていたのです。イレブンは社交的で、とってもいたずら好きな子猫でした。人間のことが大好きで、部屋に誰かが入ってきたら、その人に向かって走り寄っていくのです。そしていつもスタッフの元へと歩いていき、一緒に遊ぼうと言ってるかのように足をよじ登ります。彼はいつもエネルギーにあふれていて、誰かと遊びたがっているんですよ。と、病院スタッフのサラさんは笑顔で語ってくれました。動物病院で健康診断を受けた後、イレブンはひとまず養育ボランティアのマリーさんの家で育てられることが決まります。相変わらず好奇心旺盛なイレブンはどんな場所も怖がりません。もちろんマリーさんの家にもすぐに慣れることができたのです。イレブンの人間好きは誰もが驚くものでした。なぜならば、ほとんどの猫が怖がる動物病院や獣医さんですら、イレブンは大好きだったのです。イレブンは何も恐れず、いつも可愛い声で話しかけてきます。そして誰かに構ってもらえると、とても嬉しそうな表情になるのです。イレブンは注目されることも大好きで、病院で診察を待つ間も、獣医さんが自分を見てくれるのを今か今かと待っていました。今まで何匹も養育を頼まれてきた私ですが、イレブンのような子猫は初めてだったんです。それから2ヶ月後、ついに里親さんが見つかったイレブンは、マリーさんの家から新しい里親さんの家に旅立っていきました。今のイレブンは
新しい家で別の保護猫たちと一緒に暮らしています。彼はもともと野良猫でしたが、最初から人間のことが大好きで、家の中の暮らしをとても気に入っていたんです。だからこそ今後のイレブンに関して私は何も心配していないんです。と、最後にマリーさんは嬉しそうに語ってくれました。こうして玄関を寂しそうに引っかいていたイレブンは、無事に生涯の家族を見つけ、暖かい家の中で暮らせることになりました。イレブンは新しい里親さんのことも大好きで、いつも一緒にいられることが嬉しいようです。これからも毎日幸せを感じながら楽しく過ごしていくのでしょうね。